ミュージックライフ誌は日本の洋楽愛好家にとって必須の雑誌でした。現在も2018年からウェブサイトで復刊しています。このシリーズで取り上げているリッチー・ブラックモアをはじめ、様々な海外のアーティストの情報をインターネットのない時代においてかなり早くつかむことができるアイテムでした。日本人のほとんどがこの雑誌から洋楽の情報を仕入れ話題にしていました。80年のコージーの脱退、そして様々なアーティストの来日情報など知りたいガイタレの情報をいち早く伝えたのもこの雑誌でした。81年に来日したリッチーはこの雑誌の企画の中で日本に対しての熱い思いを語ります。それは何だったのでしょうか。モンスターズ・オブ・ロックフェスティバルが事実上のコージー最後の演奏であることはすでに新聞に報道されていました。それゆえに7万人もの大観衆がフェスティバルに集まったのです。このイベントの終了後、ロンドンでパーティーを開いたレインボーはすでに新しいドラマーを決めていたらしく、その場でマスコミ関係者に紹介しています。アメリカで活躍していたドラマーでローカルバンドに在籍していたボビー・ロンディネリでした。当時のサウンズ紙によると、ボビーはモンスターズ・オブ・ロックを見に来ていたと言いますから、コージーの脱退が決まった時点ですでにメンバー探しはスタートしていたに違いないようです。実はリッチーは自分の住むニューヨーク州ロングアイランド周辺でドラマー探しを始め、ボビー・ロンディネリに決定。ボビーは6月にキッスへの参加が一旦決まったものの、公式発表前にマスコミに喋ったために取り消されたドラマーでした。ボビーを加えたレインボーは9月にコペンハーゲンに向かい、スウィートサイレンススタジオでニューアルバムのリハーサルを開始するのです。ここでまずドン・エイリーが新しいドラマーには我慢できない、リッチーはリハーサルにも来ないしとグラハムに不満をぶちまけたといいます。ドンはコージーがいるからレインボーに入った男であり、グラハムはコージーも辞めたしドンも辞めるだろうと思ったといいます。そして彼にとってはコージーとグラハムがバンド内での友人でしたから、そうなるとグラハムの態度も投げやりになったのです。結果としてグラハム・ボネットがレコーディング途中でアメリカに戻ってしまい、マネージャーを通じて脱退を表明したのです。コージーの無二の親友だったグラハムはすでにコージー脱退の時からレインボーを離れる決意を固めていたといいます。グラハムが帰国してしまった時点でリッチーはシンガー探しを行います。そんな時、友人からファンダンゴのレコードを聴かされたリッチーはそのバンドのシンガージョーリン・ターナーに興味を持ち、ニュージャージーのクラブに彼のギグを見に行くことになったのです。ファンダンゴはすでに解散しており、ジョーはソロで再出発しようとしていたところでした。リッチーはジョーのパフォーマンスを気に入り、早速オーディションに呼び寄せました。ジョーは80年10月だった。僕はニューヨークのダウンタウンに住んでいたんだけど、リッチーのパーソナルローディーのヤンブロードから電話があって、僕のことをあれこれ聞くんだ。リッチーがどうとか言うから、なら本人を出せと言ったら、本当にリッチーが出てきたから驚いた。僕はあなたの大ファンでと言ったら、リッチーも僕のファンだと言い、俺のバンドにはシンガーが必要だ。お前の声はぴったりだと思う。というので、仕事ですかと聞くと、そうだ、今すぐ来られるかもちろん、と答えて電車でロングアイランドに行き、I Surrender という曲を歌った。そして他にもこういう曲があると聞かされ、歌詞をつけて歌ってくれという。それで自分が持っていたテープの中からその曲に合わせて歌ったのが、後にミッドタウンタネルビジョンになった曲さ。リッチーはそのブルージーなムードが気に入って合格となりました。しかしこの時点でグラハムはまだ正式に解雇されたわけではなかったのです。そこでブルース・ペインがグラハムに連絡し、自分から辞めるというように仕向けたといいます。リッチーはグラハムにクビだと言ったのに、あいつは辞めないと言ったと言っています。そこでブルースは、お前が辞めなくても新シンガーはいる。シンガー2人でやっていくことになる。それが嫌だと言うなら辞めるべきだと言ったんだと語り、グラハムはブルースから戻ってきてくれと言われたので、もうたくさんだ。アイサレンダー以外に歌いたい曲がないと答えると、ブルースはもう一人シンガーを入れて、お前の歌いたくない曲はそいつが歌うというのはどうだと言った。だが俺はとんでもない。もう一人のシンガーと競い合うなんてごめんだと言って自分から辞めたんだと言っていて、このように大きな受け止めの食い違いはありますが、要はリッチーがグラハムが何と言おうとジョーを入れるという気持ちだったのは間違いないと思います。グラハムは今回はカバー曲の
アイサレンダー以外にろくな曲がない、退屈だといい、歌入れに全く意欲を見せなかったと言います。そもそもリッチーは最初のツアーが始まってすぐにレインボーにグラハムはふさわしくないと思っていたし、ロジャーは初めからスタジオでのグラハムに手を焼いていました。そのグラハムがやる気を失ったら最悪でした。ロジャーはリフとコード進行を決め、シンガーか私が歌詞を書くという方法でリハーサルを進めていたんだが、ミッドタウンタネルビジョンを歌ってくれとグラハムに言った時、何を追うと言われた。何でもいいと答えたら、メロディーはどこにあるんだと言うから、それを今作ってるんじゃないかと答えたが、グラハムはメロディーがなければ歌えないというのさ。その時、こいつとはもうやれないと思ったねと語っています。そしてロジャーはリッチーにグラハムはダメだ、他にシンガーを探そうと進言し、リッチーはもう諦めている。と答えています。リッチーは後任さえ見つかればすぐにでもシンガーを交代させたいと1年前から思っていたのでしたが、どうしても見つからなかったのです。アメリカ南部を中心に活躍していたファンダンゴのボーカリストジョーリン・ターナーを加えたレインボーは再びコペンハーゲンに向かい、まずグラハム・ボネットのボーカルを取り除き、その上からジョーのボーカルをかぶせていきました。こうして81年2月にリリースしたのが、再びラスバラードの曲を取り上げたアイサレンダーを含めたアルバム「治療負荷」です。同時に3ヶ月の全米ツアーを行い、ジョーが持ち込んだ本当のポップさによってレインボーはアメリカのマーケットでこれまで以上に受け入れられたのです。このアルバムに対する賛否両論の嵐は前作ダウントゥアースの日ではありませんでした。アイサレンダーマジックに代表されるポップ思考に日本の熱狂的なファンは嘆いたといいます。リッチーはダウントゥアースの成功を頭に入れ、ダウントゥアースの延長路線上にある作品でなければならないと考えました。狙いとしてはシンス・ユー・ビーイング・オンやオールナイト・ロングに近い発想でしたが、フォリナーに代表される当時主流のポップ感を加え、ここに初めて保守派のリッチーが革新的であろうと一歩前に進んだのです。このアイディアは全米で圧倒的な支持を得ていきます。ハードロックグループが絶滅に近い全米チャートで、特に西海岸を中心に FM ステーションがブレイクアウト。その後全国に飛び火し、ついには全米チャートの30位にまで上昇。日本の一部のファンがアイサレンダーを嘆いたと言いましたが、その一部のファンとはディープパープル時代からの支持者でした。ところがすでに世代交代が進行していたファン層は、新たなファンであるティーンエイジャーを中心に熱狂的にレインボー支持を打ち出し、その結果が記録的セールスに結びついたのです。これは世界的な傾向で、好調なセールスを記録した国々のファン層は調べてみるとほとんどが世代交代の時期を迎え、やはり日本と同じ新鮮な衝撃に打ち震えていたのです。リッチーのこの鋭い洞察力、つまり世代交代を見抜いた彼のアルバム制作は今となっては全くもって見事でした。アイサレンダーはこのリッチーマジックの勝利に他なりません。爆心を続けるレインボーは7月から全英ツアーを開始。メロディーメーカー誌はレインボーサレンダー、レインボー降参だよという破格の見出しでこのツアーをレポートしているのです。そんな第6期レインボーが来日したのは1981年8月でした。18日、この年開業した福岡サンパレスを皮切りに大都市で熱演を繰り広げました。実はこの会場、前日にはコージー・パウエルが加入したマイケル・シェンカーグループが公演を行っていました。2大バンドの来日に大いに盛り上がった夏でした。今ではとても考えられないことです。スポットライトキットから始まる演奏は観客を飽きさせることなくレインボーのさまざまな旨味を備えたセットリストだったと思われます。いくつかの会場では73年以来のスモーク・オン・ザ・ウォーターも演奏され、リッチーの歴史を感じさせるジャパンツアーとなりました。ジョーリン・ターナーはいかにも新人らしい紳士的な振る舞いで多くのファンの心を掴んでいきました。一方ボビー・ロンディネリの方ですが、これは武道館公演だけに言えることかもしれませんが、ロジャーの音と一緒に音がこもり気味で少しかわいそうな気がしました。前年のコージーのセットと比べるとシルバーのソナーのドラムセットは少し地味に見えました。ただ素手でドラムヘッドを叩く姿は実に野生的で、このような表現方法もあるのだなぁと妙に感心したのを覚えています。先に紹介したミュージックライフの企画で、リッチーはこのツアーの最中、日本の高校生との対談を行いました。いくつかのやり取りの中、私たちファンに望むことはありますか
という質問にリッチーは、とにかく一つの国の中だけでこんなに多くの人に僕の音楽を気に入ってもらえるっていうのはとっても光栄なことだと思う。特に日本のファンは僕のテクニックとかエモーショナルな部分に注目して聴いてくれるのがとっても嬉しいね。そういう意味では日本のファンはどこの国のファンよりも音楽そのものを聴いてくれると思う。そういう観客の前で演奏できるってことは素晴らしいと思う。日本みたいに音楽に注目してくれるのはありがたいし、それを望みたいね。と語っています。リッチーは実に日本のファンのことをよく認識していると当時話題になったことを覚えています。この後レインボーは9月5日にホノルルでコンサートを行っていますが、このコンサートの後ドン・エイリーが脱退の意思を伝えたとされています。これは一方的な解雇ではなく、ドンがコージーのいないレインボーでプレイし続けることに耐えられなかったからだと言われています。なんとブルース・ペインは経費削減のためにキーボード抜きのまま続けるべきだと提案したそうですが、リッチーはキーボードプレイヤーは要だと主張。オーディションの結果、20歳の凄腕新人デイブ・ローゼンタールの加入が決まったのです。これでこのお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。